こんにちは。ロボット企業でフィジカル AI の実動部隊として働いているエンジニアです。このチャンネルではフィジカル AI を現場のエンジニア視点で解説していきます。今日は最近ロボティックス業界で話題の NVIDIA Isaac Sim について解説します。特にフィジカル AI という文脈でこれがなぜ重要なのか現場視点で掘り下げていきましょう。もちろんエンジニアの方もそうでない方にも分かりやすい内容となっています。本日の解説内容はフィジカル AI 開発の要となる Isaac Sim の3つの決定的な強み、そして導入前に絶対に知っておくべき現場のリアルな苦労、Isaac Sim を使いたい方への現場からのアドバイスの3つについて解説します。最後まで見ていただければ、なぜ今このツールが選ばれるのか、そして現場でどう戦えばいいのかが見えてくるはずです。私が使っている Isaac Sim の画面、こちらに表示して解説していきたいと思います。まずは Isaac Sim とは何かについてです。単刀直入に言うと Isaac Sim は AI ロボットのための物理法則に基づいた重厚な実験室です。これまでのシミュレーター、例えばガゼボなどが開発のスケッチブックだとすれば、Isaac Sim はフォトリアルな映像と厳密な物理演算を備えたデジタルツイン構築のためのプラットフォームといえます。フィジカル AI、つまり身体性を持った AI を開発するには、単に計算上のロジックが合っているだけでは不十分です。重力、摩擦、光の反射、そういった現実世界のノイズを含めて学習させる必要があります。Isaac Sim は NVIDIA のオムニバースという基盤の上に作られていて、仮想空間内で AI ロボットを開発テストし、そのまま現実にデプロイするための架け橋となるツールなんです。では具体的に何ができるのか、どこがすごいのか、今日は多くの中から3つ紹介します。まずは ROS2 との強力な連携です。ROS とはロボット制御に多く使われているロボットオペレーションシステムです。Isaac Sim はこの ROS との連携がとてもシームレスに行えます。これによりセンサー情報の再現や制御コマンドの実施など、実際のロボットと同じ通信環境を再現できます。実際のロボットを動かしている制御システムを仮想空間の中で試すことができるんです。これを応用すると、ロボット単体だけでなく、倉庫や工場全体をデジタルツイン化して、複数のロボットが協調して動くシステム全体の最適化なども可能です。次に紹介したいのは、学習用データの無限生成です。AI 開発の最大のボトルネックは何だと思いますか？そう、データ不足です。Isaac Sim には学習用データを自動生成する機能があります。これを使うと照明や物体の色、配置をランダムに変えながら AI の学習に必要な画像やセグメンテーションデータを合成データとして大量に生成できます。3つ目は拡張性の大きさです。ユーザーは必要な機能を自由に構築することができます。しかも全てを Python ベースで制御構築することが可能です。これは単にプログラミングができるというレベルの話ではありません。Isaac Sim は NVIDIA オムニバースを基盤としているため、強力な Python API が用意されています。これにより既存のライブラリと直接つなぎ込み、シミュレーション空間そのものをプログラムで動的に制御できるのです。例えば特定のタスクに合わせて独自のセンサーモデルを自作したり、複雑なロボットの挙動をスクリプトで自動化したりすることも自由自在です。世界中のエンジニアが使っている Python で記述できるからこそ、研究開発から実用化までのサイクルを圧倒的なスピードで回すことができる。このエンジニアにとっての使い勝手の良さこそが Isaac Sim が選ばれる決定的な理由の一つと言えます。ここまでいいことばかり話しましたが、ここからは現場のリアルをお話しします。まず、生半可なパソコンでは動きません。RTX3080 や4080以上、できればワークステーション級の GPU が必須です。パソコン価格としては数十万円からのスタートです。特にビデオメモリが重要で、4K 解像度や大規模なシーンを扱うと一気にパフォーマンスが落ちます。ちょっと手元のノート PC で試してみようという軽い気持ちだと動かないので注意が必要です。次に、情報の散らばり具合です。機能追加のスピードが速すぎてドキュメントの更新が追いついていないことがよくあります。公式ガイド、フォーラム、GitHub、あちこち漁ってやっと正解が見つかるなんてことは日常茶飯事です。Unity や Unreal エンジンのようなゲームエンジンとも勝手が違いので、学習コストは覚悟してください。そして一番怖いのがアップデートです。
約半年に一度のペースでバージョンアップがあるんですが、前バージョンで動いていたコードが動かなくなる破壊的変更がよく起きます。昨日の機能が今日はないなんてことも、メンタルを強く持つ必要がありますね。最後に現場からのアドバイスです。もしあなたがこれからiZack SIMに飛び込むなら、まずは USD の概念を理解することから始めてください。USD とは iZack SIM やオムニバースで使われている 3D ファイル形式です。API を叩く前にどうデータが構造化されているかを知ることが遠回りに見れて一番の近道です。使いこなせれば文字通り世界を創造し、その中でロボットを無限に進化させることができる最強の武器になります。ハードルは高いですが、使いこなせればあなたは文字通り世界を創造し、その中でロボットを無限に進化させることができます。ハードウェアの試作を待たずに数年分のテストを数日で終わらせる。それがフィジカル AI 開発におけるiZack SIMの進化です。苦労する価値は十分にあります。ぜひこの重厚な実験室の扉を叩いてみてください。それではまた。このチャンネルではこれからもフィジカル AI の本音とリアルをエンジニア目線で発信していきます。面白かったらチャンネル登録お願いします。じゃあ私はデバッグに戻ります。お疲れ様でした。